って俺映る。それ誰かに読まれないか。みんなに当たっている。エマは構成の余地なしなのか。空腹が起きないのかな。近づいても俺も知ってるな。正しいと思う行動をする。でも新鮮だな。そんな一発で覚えるか。全部知ってるよ。役者だからじゃん。アリサ死んだ。いらない行動をしてるから奇跡のね。また書いてるな。なあ、あてしの配信見てるやつさ、いるんだろ？これプレイヤーか？誰に話しかけてんだ？そっちのことも見えてっから。俺のこと俯瞰してみてない？それ俯瞰してみるだけじゃなくて情報得られるの？今俺が喋ってることを読み取ってる。全部ひっくり返しちゃおうっと。待って、俺映る？大丈夫か？絶望的なまでに暗いつぶやきとともに新たな牢屋敷の日々がスタートする。怖すぎるだろ。ラウンジと極長の話を聞いた後、私たちは規則に従い、それぞれの囚人番号が振られた地下の部屋に戻ってきていた。さああたりここやばくない？絶対プレイヤー見てたでしょ。どうしてこんなことに。全然わかんないよ。私と同室のエマはベッドに腰掛け、青ざめすっかり落ち込んでいる。魔女って何？僕ら一体どうなっちゃうのかな。発想おかしいわ。こんなメタゲームなの。私は横目でエマをちらりと見るが、すぐに自身の作業に戻った。魔女要素なくなったな。ゴシックじゃなくて、BGM もバトルになってたし、室内にあった椅子に座り、スマホで魔女図鑑の確認をしていく。先ほどは流し見だったので、改めてじっくりとルールを知るべきだと思った。様々な情報を頭の中に叩き込んでいく。特に気になるのは魔女化についてだ。私たちは、ストレスによって魔女化が進む。それ以上の詳細な情報はなしか。ともかく衝動を抑え込むことはできているし、ストレスを避けて生活するしかないな。ヒロちゃんは落ち着いてるよね。すごいな。そんなことはない。あと話しかけないでほしい。ごめん。エマの方を見ないようにして胸元でギュッと拳を作る。さらに私にとって逆境なのは、エマと同室で長い時間を過ごす。この環境だ。部屋で仕組まれてるのか。ストレスを起こしやすいような環境を作ってるでしょ。マーゴとなのかって相性悪いのか。そんなものストレスを受けるに決まっている。何か対策が必要かもしれない。とりあえず自由時間は、なるべく外に出た方がいいな。ため息をつきながら先ほどポケットの中で見つけたもう一つのものを取り出す。私が中学時代に愛用していて彼女にプレゼントしたはずの万年筆。なぜこれがここに？考えてもわからなかったが、ペンが欲しくもあったため、ありがたくもあった。私は思考の整理のため、毎日日記をつけるようにしている。幸い書き物ができそうな小さなノートがこの部屋にあったので、今日からはこれを私の日記帳することを決める。ノートがあるって説明なかったよね。洗面所とかトイレとかがあるしかなかったので。とりあえず今日の出来事を書き写した。万年筆を走らせるうちに頭がスッキリとしていく。それって前にヒロちゃんは思ってた。エマが私の行動に注目し、思わずといった風に声をかけてくる。じっと舌打ちが漏れた。勝手にポケットに入っていたんだ。君も何か入っていなかったのか？一人一人何か持たされてるのか。レイヤーは武器持たされてるからな。僕は別に何も。エマは慌てた様子でポケットの中を探っている。なんでよりにもよって、この万年筆を。いっそ追ってしまおうかと思手に力を込めるが、結局できなかった。干渉を振り切って日記に戻る。無表情に機械的にペンを走らせる。監獄生活2週目初日、無事に死を回避し、私は生きている。しかし私はどうやら魔女化が進んでいると判明した。それ誰かに読まれないか？ストレスを避け、落ち着いて生活すれば衝動的にならずにいられるだろう。進行していくものなのか？防げる方法はないものか？タイムリミットはいつまで？魔女にならないようにするため、私はこの牢屋敷のことをもっと知る必要がある。どう過ごしていくんだ？極長からのスマホ通知で食事の時間が知らされた。牢が開錠されてすぐ、私はうたた寝しているエマを振り返ることもなく、食堂へと向かい始める。タイムスケジュールも牢屋敷のマップも完璧に頭に入っている。1秒だって時間を無駄にしたくないと、早足で先へ先へと進んでいくと、玄関ホールで玄関の方から看守がぬっと現れた。看守に反抗して連れ出られている。懲罰簿に送られるでしょ。異形の化け物を目の前にすると、とっさに身がすくみさすがに立ち止まってしまう。てめえ、キモいんだよ、話せよ。看守か？あんまうちのこと舐めんなよ。ぶっ殺すぞ、おら。今日アリサが看守に抱えられ、ジタバタと暴れている。そのアリサと目が合った。見てんじゃねえ。んだよ、その目はよ。覚えてろよ、てめえ。叱ってほしいからみんなに当たっている。私は無言でノートを取り出し、さらさらとペンを走らせる。わかりやすい不良。構成の余地あり。構成の余地はあるの？どのレベルが構成の余地なしなの？エマは構成の余地なしなのか？だから嫌ってる。逃亡なんてバカなこと。逃亡しようとしたなら、ルールにあったが決められた時間外に牢屋敷の外で出ていたなら、懲罰貿易になる。だからルールを守らない人間は困る。呆れてため息が漏れる。それ以上はさして気に留めず、再び食堂へ向かい始めた。私は食堂の入り口に立ち、ゾロゾロと入ってくる少女たちを指差し確認していく。立花シェリー、遠野ハンナ、オッケー。パスミレイヤ、佐伯ミリア、宝生マーゴ、オッケーだ。名簿確認してない？氷上メルル、桜庭エマ、沢渡ココ。入っていい？なあなあ、何目線なんそれ。ヒロちゃんは転校してるんだと思う。転校してるんだな。何の転校だよ。黒部なのか、夏目あんあん。
これで最後か？入り口の方を見てもこれ以上誰かが入ってくる気配はなかった。まあでも人を確認大事だよね。どこで何してるかわかんなくなっちゃうからな。記録は大事だよな。先ほど紫藤ありさが懲罰貿易になったのを目撃したが、その他にも一人足りない。城ヶ崎ノアはどうした？マイペースだから繁忙内で追いかけしてるよ。あ、城ヶ崎ノアちゃんならご飯いらないって。ご飯を食べる必要ないのか？そうか。魔女化が進行してると空腹が起きないのかな？エマが魔女に覚醒してから空腹はなかったからな。来ないのなら仕方ない。私は食堂に揃った少女たちを見渡す。皆一様に初めて来る食堂に戸惑っている。当然私も初めて来るところだったが、すでに諸々チェック済みだ。このビュッフェカウンターに置いてある食事を各自取り分けてもらう。自由にとっていいんだよね。見た目は良くないが、毒味もしておいた。変なものは混じっていない。安心して食べるがいい。二階堂ヒロ、率先して食べに行くんだ。まあ自分は死ぬ必要がないから先に出ても問題ないのか。だから何目線なんそれ。校長先生かよ。あと席は決められていないようだから、好きに座っていい。私とエマ以外は全員初対面の少女たちだ。先ほどの極長からの話の後も、特に親しく会話も交わせず、各自の囚人番号が振られている部屋に戻った。ただなんとなく合う合わないは感じ取っているのか、自然とグループらしきものが形成されていく。私はさっさと食事を取り分け、一人で座った。すると、いいかい？レイヤから近づいてきた。レイヤが柔らかく微笑みながら、私の隣にトレイを置いてきた。別に構わない。君は話が通じそうだ。レイヤが私のところにやってきた理由はなんとなく想像がついた。グループの指導者となる素養を持ち合わせているレイヤは同じ属性の私を警戒している。いわゆるリーダーの縄張り争いだ。こういった経験は何度もある。ただもう一人、意外な人物が私の隣に座ってきた。黒部なのかか？黒部なのか？一番気にしたもんね。魔法について気になるのか？私もここで食べさせてもらう。いい？ああ、どうぞ。なのかは食事に手をつける様子もなく、暗い瞳でじっと私のことを見据えている。私を怪しんでいるのか。あえてその視線に反応せず、そそと食事を取ることにする。随分な味だな、これは。君、よく平気で食べられるね。どんなにひどい味でも顔に出すのは失礼だ。ああ、そうだよね。すまない。ところでヒロ君、君はこの牢屋敷についてどう思う？一応誰かが作ったものだと思ってる。どうにか脱出する方法はないものだろうか。懐かしいな。あまり会話を重ねなかったことを接触していくのかな。看守は君が思ってるよりずっと危険だ。逆らうべきではない。もっとこの牢屋敷や魔女のことを知っていくことを優先した方がいい。あと、私は食事中の死後を慎むようにしている。話しかけないでほしい。盛り上がりに欠けるテーブルで私たち3人は黙々と食事を続けた。私はドロリとしたものを口に運びながら横目で素早く各席を観察していく。グループの確認。ココとミリア、マーゴが同席。おじさん。アーンとメリルが同席。どういう組み合わせ？エマとシェリー、ハンナが同席だった。お互いがお互いを探り合ってる。ぎこちない空気の中。不意にハンナが席を立った。これが私の魔法ですわ浮遊を見せたんだね。少ししか飛べない。ハンナ、本当に何も考えてないよね。魔法を明かしても問題ない。叫んだかと思うと彼女の体がふわりと宙に浮き上がる。わずか10センチ程度ではあるが、明らかに宙を浮いているのは目の当たりし、急速に魔法への説得力が帯びる。なるほど。当のハンナは浮遊の魔法を持っている。メモした。ざっと全員の顔色を伺う。メモしましたか？今の一瞬で。浮遊の魔法を持つ。いやいいな。一部の少女は驚いているが、ほぼ全員魔法を受け入れていると見とっておれた。つまりみんなは何かしらの魔法を自覚している。もちろん私を含め。魔法を広めたいですね。では、私ももっとやっちゃいます。刺激されたのか、シェリーが宣言して立ち上がる。そしてトレイの上にあるリンゴを握りつぶす。見事に粉砕してみせた。二階堂ヒロどころか俺も知ってるな。なんと、シェリーちゃんの魔法は怪力なのでした。僕のリンゴ、皆さんの魔法もぜひ見せてください。当然ながらこの呼びかけに誰か反応するわけもなく、全員が沈黙している。私は魔法を使えない。魔女ではないから。あ、そうですか。すごすごとシェリーが席に戻ったところで私は立ち上がった。ごちそうさま。明かしたらメルルにとっては厄介だもんね。情報を知られちゃうから。その足でビュッフェカウンターへと向かい、お皿に食事を盛り付けていく。ヒロ君、もう食べ終えたんじゃないのかい？ああ、これは私のじゃない。城ヶ崎ノアの分だ。偉いな。城ヶ崎ノアの情報も知りたいから接近しようとしてる。ああ、なるほど。レイヤがふっと微笑んだ。優しいんだね。優しい？私が？鼻で笑えそうになる。私はただ正しくありたいだけだ。城ヶ崎ノアは食事を取りに来ていない。食事は取るべき。それだけだ。正しいと思う行動をする。みんながそうすべきだと思う行動をすることが正しさ。私は取り分けた食事を乗せたトレイを持って食堂を出た。食事トレイを持って私はノアの部屋に立っていた。一体なんだこ
れは。エマとは違うな。でも新鮮だな。壁全体が赤に染まっている。唖然としてしまう。室内はスプレーの赤で全面塗りつぶされていた。君、これは何のつもりだ？厳しく言い放つとノアが不思議そうな顔で振り返ってきた。そんなに慌ててどうしたのかな。なぜ部屋を赤く染めた？ノアの反応はまだ発動してないね。死んだ時に発動するよね。カラースプレーの匂いが充満し、思わず息を詰まらせる。ノアの描きたい絵になってくれなかったから消さなきゃって思ったの。そしたら全部こうなっちゃった。照れくさそうに言っているノアを前にし、私の視界がグラグラと揺れる。正しくない。正しくない。正しくない。達人衝動を起こさないか？消すんだ。今すぐ。なんでかな。だってノアお絵描きしてるだけだよ。君にとっては趣味だろうと芸術だろうと、通路まで匂いが漏れているのはみんなにとって迷惑行為でしかない。正論だな。そうなんだ。気づかなかった。しょんぼりしたノアの様子を見て、しんしんとため息が漏れた。好きなことをさせてあげたくはあるが、さすがに感化できない。ただ、大変だろうから消すのは手伝う。二階堂ヒロ、いい子よりか正しさのために行動してるだけだよね。なんでそこまでエマを嫌うんだ？多分シャワールームに石鹸があるだろうから、それでこすれば。そういうのいらないんだ。透明のスプレーどうやって直すの？自分で色を塗っていく？簡単に言ってみせて、ノアはスプレーの中に赤をシュルシュルと全て戻していった。明らかに常軌を逸した液体の動きに私はハッとする。絵を動かせるのか？魔法？この子の魔法は絵を動かす。いや、液体を操作できるもの。液体操作か。ほら、綺麗になったよ。これでいいかな。絵や液体を操る魔法を持つ。室内はすっかり元通りになっていた。まあ、そうだね。よしとしよう。じゃあ次の絵を描こうっと。いや、待て待て。私の話を聞いていたか？ここでお絵描きは禁止だ。城ヶ崎ノアを外に出すためのセリフだよね。そんなの無理だよ。だってノア、お絵描きしないと生きていけないもん。違う場所でやったらいいよ。少しくらい我慢するんだ。ここは共同生活を送る場所だ。もう、我慢できない。ノアは膨れっ面になってすっかりご機嫌斜めになっている。まったく、他人に合わせる気がないところ、ユキに似てるな。月城ゆきだっけ？幼馴染と、そんな思いが浮かび上がってしまい、私の中で少しだけ感情が動いてしまう。放っておけない。わかった。私が君の芸術活動をする場を探す。それでいいか？ここで描いちゃダメ？ダメだ。ケチ。ケチで結構。私の目がある限り、勝手な行動は慎んでもらう。あと、これを持ってきた。食事トレイを持ったままなのを思い出し、それを差し出す。すると膨れっ面だったノアはすぐに笑顔になった。ご飯だ。そういえばお腹空いてた。ありがとう。名前覚える？ヒロ。私の名前は二階堂ヒロ。そんな一発で覚えるか？ありがとう、ヒロちゃん。ノアの名前は？知っている。君の名前は城ヶ崎ノア。ノアはノア。なんで知ってるんだろう。ヒロちゃんすごいね。次はちゃんと食事の時間に来ること。嫌がっても無理に連れ出す。食事トレイを渡したので用事は終えた。私は目をそらし自分の部屋へと戻っていった。翌朝の食事の席では、私、レイヤーなのかともう一人、城ヶ崎ノアか。ノアが仲間入りしていた。それにしても意外な組み合わせだね。手早く食事を終えていたレイヤーは少し驚いた風に口にする。ヒロ君のようなタイプは自由奔放な子を嫌うと思っていた。自由な子こそルールを教え込まないといけない。同様にさっさと食事を終えていた私は、食後の紅茶を飲みながら上品に語る。今朝も早速落書きしようとしていた。徹底的なしつけ。いや、教育が必要だ。あまり言い換えになってないね。もう。ノアは不機嫌そうにフォークで謎の料理をついている。たまに勝手にぐねぐねと動かして遊んでいる。ナノカはそれをじっと観察していあた。なたの魔法は液体操作なのね。そうだよ。ノアの魔法はね、絵が勝手に動くの。液体なら何でも動かせるよ。絵にしかできないんだけどね。ぐにゃぐにゃした料理が立体的な蛇のアート風になっていった。完成度は高い。自慢げに胸を張って見せるノアにあまり良くない顔をしたのはレイだ。レイヤー風に頭を低くし話し始めた。レイヤーこの時点で正体を知っているのか？みんなが不思議な力、魔法を持っているのは予想がついているのだけど、その情報を開示するのは良くないんじゃないかな。なんで？私も蓮見レイヤーの意見に賛成だわ。あまり手の内をさらさない方が賢明。全部知ってるよ。この先起こることを考えればなおさら。
私はそうは思わなかった。この先起こること。黒部なのか、前の魔女裁判の原始でも見てるよね。互いに持っている手札を隠せば必ず確執が生まれる。魔法があると分かっているのなら、互いの情報を共有した方が協力はしやすい。ただ私自身が死に戻りの魔法を持っていることを誰かに明かすつもりもないし、使うつもりも毛頭ない。なのでここでは黙っておいた。使いたくないんだ。視線を巡らすと、大体昨夜と同様の構成で、他の囚人少女たちも食事をとっている。アリサは不在だ。視界にエマが入って、私は眉を潜める。エマ、シェリー、ハンナは何かを企んでいる風に打ち合わせている様子だった。何するんだっけ？魔法を見せたらダメ？でもノア、お絵描きするとほとんど全部が魔法になっちゃうんだよ。もう。ノアはまた不機嫌になってしまった。約束しただろ。今日は君のための場所を探す。そうだった。ノアね、ヒロちゃんと一緒にお出かけするんだよ。お出かけ、お出かけ、お絵描き、お絵描き。いいからほら、さっさと食べるんだ。君が食べ終わるのを待ってあげている。ノアの口の端が汚れていたので拭ってやる。レイヤーは微笑ましそうに私たちを眺めていた。ずいぶん仲良くなったんだね。やはりヒロ君の行動力には感心するな。全部正義のためですよ。いちいちうさんくさいな。まあいい。ノアを待っている間にそういえばと思い立ち、私は席を立った。みんな、注目。声を張ると食堂にいる少女たちが私の方に注目する。みんな、スマホは持ってきているか？私も昨夜、いろいろいじってみていたのだが、私は自身のスマホをかざしてみせる。どうやらチャット機能があるアプリが入っている。ID を交換さえすれば、今後自由に連絡がし合える。おそらく通話も可能だ。ここで全員の連絡先を共有させるのか？もちろん、あのフクロウに内容が傍受されている可能性は極めて高いが、そもそも軟禁されていることを思えば、気にしても仕方ない。拘束時間もあるのだし、この連絡機能は有効活用すべきだ。この場で全員つながろう。ああ、確かにいい考えだね。全員と連絡先を交換。私には言い出せなかった。少し悔しそうな表情を浮かべながらも、レイヤーは爽やかに私の隣にやってくる。まだ親しくないからと遠慮していたけれど、この状況下でそんなことは言っていられない。どうか私と連絡先を交換してほしい。突然して自分から言い出したね。いちいちなんだこの芝居めいた振る舞い。もう何も言うまい。役者だからじゃない。他の少女たちも特に異論はなかったのか、スマホを確認し ID 交換をし始めたアリ。サとはまた明日交換すればいいだろう。今はアリサはいないのか。全員と連絡先を交換する儀式めいた行為をしながら先の予定を決めておく。と視界の端に気になる少女が映った。佐伯ミリアだ。彼女は限界まで存在感を消すようにうつむいてる。私は彼女の元へと歩み寄っていった。ミリア、連絡先を交換したいんだが。佐伯ミリアのキンキに触れるのかな。それって必要かな？おじさん、ちょっとそういうの苦手っていうか。グループチャットがトラウマなんだよね。必要だ。別に仲良くしようというわけではない。ただ、この先何があるかわからない。常に全員と連絡は取り合えた方がいいだろう。そっか。参ったな。そうだよね。友達同士のやりとりじゃなくて、業務連絡みたいなものだよね。しぶしぶながらスマホを取り出し、ミリアもようやく ID 交換の儀式に加わった。やがてアリサ以外の全員が連絡先を交換し合い、多くの少女たちが食堂を出て行った頃、再びレイヤが頭を低くし、声を落とした。ところでヒロ君、ナノカ君、ノア君、少しいいかな。なんだ？君たちは今後、殺人事件が起こると思うかい？殺人事件。その響きに鼓動が跳ねた。起こりうる可能性も視野には入れておくべきだろう。対策でもするのか。平静を装って口にすると、ナノカも深くうなずいた。ええ、起こると思うわ。ノアはわかんないけど、人殺しは嫌だな。怖いもん。対策グループでもするの？ああ、そんなことは起こるはずがないと信じたいけれど、一応今後のために決めておかないか？決めておくというと？殺人事件が起きて魔女裁判が開催されたら、各囚人が投票にて魔女を決める。それなら私たち4人は決してこの仲間内には投票しないということをさ。グループで共有するのいいの？そんなことして。仲間を信じたいんだ。私たちの絆を。保身なのか無邪気なのか測りかねるな。いい考えだが私は賛成できない。なぜだい？仲間内であろうと、もし殺人犯であるのならそのものは断罪されるべきだ。仲間と感じているのならなおさら。私ならそのもののためにも更生させる。そうか。残念だけど確かにヒロ君が正しいかもしれないね。わかった。今の話は忘れてくれたまえ。
私たちは公平であろう。保険のためなのか。レイヤがきっぱりと宣言したその直後だった。さあ、あたりここ。食堂の外から絶叫が聞こえて私たちは表情を壊らせ立ち上がった。死体が見つかった。その声は牢屋敷でとても恐ろしいことが起こったのだと物語っており、慌てて食堂の外へと走り出た。アリサ死んだ？うわ、何してんの？看守。廊下に出てすぐ、私はその光景を目の当たりして戦慄した。看守が少女たちに向けて鎌を振り回していた。何してるんだ？鎌が軌道を描いて振るわれるために、廊下の調度品は真っ二つにされた。硬い木材も金属も一線で容赦なく裁断される。その鎌が脅威であることはあまりに明白。おののいているのは私だけではなく、廊下に出ている少女たち皆だった。もうやめてよ。私たちが悪かったですわ。もうやめなさい。許しませんよ。あ、極長もかかってないのか。威厳のある声が響き、皆がハッとした。看守の暴走に極長が現れ、諌めてくれたのだと思った。しかし声のしたところに立っていたのはマーゴだった。彼女の魔法か。あ、看守もまた極長の声に反応したかのようにそちらに向けて鎌を振るった。マーゴとミリアとココは同じグループだったな。ココは未来を見てるよね。マーゴの差し金か。あたりココはもう、メルルが黒幕だって知ってる？あ？マーゴ。何やってんの？攻撃されてる。血しぶきが周辺に飛び散り、通路はひどい荒れさまと化した。マーゴ死ぬのか？マーゴは命まで奪われなかったものの、脇腹あたりを相当深く切られたようだった。これは死ゆか。次から次に血が溢れて通路を怪我していく。私は監視の恐ろしさ誰をも体感している。全身から血の気が失せていく。メルルがすぐさま駆け寄り、マーゴの傍らで傷に手を当てる。その手が光を放っている魔法だ。このタイミングで嫌です、ダメです。絶対に死なせません。このタイミングで治癒の魔法が明かされるのか。最初に使ったのメルだからな。どのタイミングで使ったっけ？二階堂ヒロが殺された時にエマが怪我をしたから治癒の魔法を使ってたよね。しっかりしてください、マーゴさん。みんなを助けてあげようと思ったのに、私がやられちゃざまあないわね。マーゴは最初にそんな行動するようなことじゃなかったでしょ。喋ってはダメです。私が直しますから、しっかりしてください。監視はしばらくマーゴの方を見ていたが、何を思ったのかやがて静かに立ち去っていった。ひとまずの脅威が去って少女たちの間に張り詰めていた糸が若干緩む。一体何があったんだ？私は近くにいたエマの首根っこを掴む勢いで迫った。僕ら、脱獄しようって話し合って。ペリーが塀を殴ったのか。浮遊魔法で塀を乗り越えられるかなと思ったけど無理で監視を呼び寄せた。僕とシェリーちゃんとファンナちゃんの3人で実行を。はい。私、昨日も言いましたけど、怪力の魔法を持っているんです。だから、その魔法を使って、看守さんを気絶させて、みんなで逃げようって話になったんです。こう考えると、エマのせいとも言えるよね。じゃない行動をしてるから良くない方向行く。それで襲いかかったら、看守さんを怒らせてしまったみたいで、鎌を振り出してしまい。バカなこと。そんな怒鳴らないでくださいまし。私たちだって、こんなことになるなんて。他の少女に怪我をした様子はない。看守があんなに強くて怖いなんて、聞いてねえですわよ。私ならやっつけれるかなって思ったんですが、甘かったです。ごめんなさい。僕たちのせいでマーゴちゃんが。エマたちはすっかりしおれて涙をにじませている。コとミリア、アンアンも通路の隅で寄り合い、青ざめて震えていた。マジ無理だってキモすぎ。怖すぎる。こんなに血が気分が。少女が初めてひどい目に遭わされたことで、廊下の空気は陰鬱なものになっていった。この赤いの怖いのかな。いつの間にかノアがその場に現れていた。ショーにするの？ノアは不思議そうに首をかしげ、少女たちの様子を眺め回している。じゃあね、ノアが赤いの全部怖くなくしてあげる。こんなことで魔法が永続的に発動するの？まさか。予感を抱いたのと同時だった。ノアが手を振り上げ、飛び散った血を手元に収束させ、カラフルな筆を作ってみせる。血の赤は、みんな、ノアの魔法で、蝶の絵になーれ。唖然とする私たちの目の前で大量の蝶のアートがふわっと舞い飛んだ。新しいグラフィックだな。長そうさながらファンシーな魔法のように世界がカラフルに彩られていく。信じがたい光景だった。メルルがマーゴに治癒魔法を施しているのも十分奇跡だったがそれ以上に驚かせる。たくさん力を込めたからね。これは特別な魔法なんだ。これで今からみんな流れる血は蝶の絵になっちゃうんだよ。
もうみんなが怖くないように。色に魔法をかけれるのか。液体操作だけじゃないよね。血を動かしてるのか。どういう能力なの？ノア頑張った。どう？すごい？すごい？すごいですけど、これってなんか意味あるんですの？特に意味はないかな。ただ血が蝶の絵になるだけ。そうですの。ノアはニコニコしていたか、ハッとし、私の方を振り返ってくる。少しだけ気まずそうな表情だ。お絵描きしちゃった。ノア、怒られる？何でも起こるわけじゃない。ただ問題は解決していない。ああ、そうだね。確か医務室があったはず。そこにマーゴ君を連れて行こう。レイヤーは颯爽とマーゴに駆け寄り、軽々とその体をお姫様抱っこで持ち上げる。看護が必要だ。私も手伝う。あと、そこのメルル。はい。君は治癒の魔法を持っているようだから、一緒に来て、彼女を看護してほしい。もちろんです。私はテキパキと指示を出し、レイヤーと並んで歩き出した。踏み出した足を一度止める。エマの方を振り返った。二度と、脱獄なんてバカな真似を考えないことだ。エマのせいでもあるよね。本当にごめんなさい。私は腹が立っていた。何より自分自身に。看守の危険性をもっと訴えておけば、未然に防げたはずの事故だった。そして、看守が危険であることを知っていたのは、私だけだ。自責の念。二度と、このようなことは起こさせない。また書いてるな。監獄生活2週目。2週目まで書くの。2日目、マーゴが看守に重傷を負わされた。脱獄を計画し、看守に逆らった。エマ、シェリー、ハンナの行動に巻き込まれた形だ。その上もシェリーに読まれたら一発でわかるぞ。私とレイやメルルは医務室でマーゴの治療に当たった。他の囚人たちも入れ替わり立ち替わり、様子を見にやってきた。マーゴは高熱が出て一時危険だったけれど、メルルの魔法によって持ち直し、容体も安定したらもう心配はない。望まない方向だったが、看守が危険な存在であることに注意伝えた。すっかり少女たちは萎縮している。二度と脱獄など計画させないよう、毎日時間を決めて囚人の各部屋の点検をすることに決めた。4日目の朝、私は起き上がり2段ベッドからひらりと降り立った。視界の端に入った今もすでに状態を起こしていた。もしかして、寝てないのか？あ、ヒロちゃんおはよう。いや、少しは寝たけど、やっぱりマーゴちゃんが気になってすぐ目が覚めちゃって。マーゴはもう心配ない。昨日も何度か医務室へ様子を見に行ったが、すっかり元気だった。これもうアドベンチャーだけなのか？いやでも、二階堂ヒロを操作していたパートがオープニング映ってたよね。処刑を押すボタンとか。いや、裁判あると思うけどね。そうなの？ヒロちゃんも、迷惑かけちゃってごめんね。君たちに責任の一端はあるけれど、看守がやったことだ。どうしたの？なんだかヒロちゃんらしくないね。言い分が尺に触り、私はエマを睨んだ。私らしい？君が私の何を知っている？ごめん。いちいち謝るのも腹が立つ。私に謝ったところで、彼女にしたことは取り返しがつかないのに。彼女に何をした？これ以上エマと会話をしたら感情の制御が効かなくなりそうだと感じ、私は飛びの方へと急ぐ。エヴァを見ると自分が許せないから。あ、ヒロちゃん待って。なんだ。これ以上君と話すことなど。エマは少し気まずそうに私にノートと万年筆を差し出してきた。これ忘れ物だよね。いつも持ち歩いてるから。かっさらうようにエマの手から奪い取る。苛立ちが加速している。良くない傾向だと感じる。やはり、この環境はストレスが溜まる。数日、魔女化による衝動は抑え込むことができている。この分なら私が魔女になることはないだろうと思う一方、対策の練りようがない事態に焦りは募っている。またいつ、あの時のように暴走してしまうかわからない。ストレスを感じてはいけないのに、エマがいるせいだ。ハンマ八つ当たり気味にエマを睨み、ふと気になった。そういえば、君の魔法は何だ？魔法がないみたいだね。僕の魔法？そうだよね。みんな不思議な力を持ってて、それって魔女の魔法みたいなものだよね。きっと。でも僕、不思議な力なんて何も使えないんだ。間違って連れてこられたんじゃないかな。魔女を殺す魔法？間違いなわけがない。自分で気づいていないのか、隠しているのか。私はエマから顔を背け、手の中にある万年筆を見つけた。エマは、危険な存在だ。二階堂ヒロは気づいているのか？通路の方へ出ると、ノアが私を待ち伏せするように立っていた。ヒロちゃん、約束、忘れてるのかな？絵を描く場所を探してほしい。ちとっと恨みがましい目を向けられ、頬に汗が浮かんだ。そういえば、ノアのお絵描きの場所を探す約束をしてたな。忘れていない。少しマーゴのことで忙しかったんだ。ほら、まずは朝食に行こう。約束はそれからだ。わーい。いろいろ動きづらそうだが、仕方ないか。私はノアを伴って、牢屋敷の探索に出ることとなった。探索パート入ったんだけど、この部屋なんだ？一生わかんないんだけど。上から入れるっぽいけど、引き抜けドアあったけど。
牢屋敷の2階を見回っていると不自然な箇所を見つけた。マップ上明らかに向こう側に部屋があるのに、入るための扉が見当たらないのだ。一面が壁になっている。この部屋には扉がないな。魔法で消されちゃったのかな。